おはよう、新庄くんだよ。今回は、ザ・ラストオブアスパート2のストーリーを、わかりやすく解説していくよ。原作、ザ・ラストオブアスのおさらい。2013年、人間に寄生して胞子をばらまく、キノコの菌のパンデミックが起き、世界が荒廃する。20年後、ジョエルは寄生菌の抗体を持つエリーという少女を、アメリカを横断してワクチン開発している病院まで連れて行く。しかし、ジョエルはエリーの命と引き換えにワクチンを作るのに耐えられず、その場にいた医者らを殺してエリーを連れ帰ってしまった。ここからザ・ラストオブアスパート2の話。2038年冬、ジョエルとエリーは、ジャクソンの街でそれなりに幸せに暮らしていた。さて、ここでジャクソンにいる人を紹介するよ。エリー。今作の主人公。人類が苦しんでいる菌の抗体を持つ。ジョエル。前作の主人公。エリーの父親代わり。エリーは、ジョエルがエリーの命をワクチン開発より優先したことに怒っていて、ジョエルを許していない。トミー。ジョエルの弟であり、ジョエルの理解者。マリア。トミーの嫁。めっちゃおっかない。ジェシー。エリーの友達。かなりいいやつ。CV 杉田智和。ディーナの元彼。ディーナ。エリーの恋人。後にジェシーの子供を身ごもっていることがわかる。エリーとジェシーとディーナが三角関係だよ。ある日、ジョエルに殺された医者の娘アビーが、仇を討つため友人らとジャクソンに来てジョエルを殺害する。翌日、アビーらの服装から、シアトルを拠点とするウルフのメンバーだと推測し、トミーがシアトルに出発。それを追いかける形で、エリーとディーナもシアトルに出発。さて、ここでラスアスパート2に出てくる組織を解説。前作のラスアスで、ジョエルがエリーを連れ帰るため壊滅させた組織がファイアフライ。ファイアフライの残党が多く所属する組織がウルフ。ボスはアイザック。ちなみに、ジョエル殺害の実行犯、アビー、オーウェン、メル、マニー、ノラ、ニック、ジョーダン、リアの8人は現在ウルフに所属しているが、元はジョエルが壊滅させたファイアフライのソルトレイク基地にいて、医者であるアビーの父の教え子だったので、ジョエルにたっぷり恨みがあった。ウルフはセラファイトという組織と対立している。セラファイトは、顔に傷がある女性をボス、預言者、として集っている、カルト教団っぽい集団。ウルフのメンバーは、セラファイトのことをスカー、傷跡、と呼んでいる。ウルフが犬や重火器を使う軍事組織っぽいのに対して、セラファイトは弓を使い、口笛で仲間と連絡を取り合う、前時代的な感じ。ウルフはセラファイトと領地をめぐって争っていた。さて、ここでジョエル殺害実行犯のウルフの8人を紹介するよ。アビー。肩の筋肉もりもりマッチョな女子。医者である父をジョエルに殺されて、ジョエルをめっちゃ恨んでた。オーウェンが好き。オーウェン。アビーの元彼、メルの今彼。でもアビーとちょくちょく浮気するダメ男。メル。オーウェンの今彼の。オーウェンの子供を妊娠しているアビーが嫌い。ジョーダン。キャップかぶってる男。リアの彼氏。ジョエルを殺すとき、顔をエリーに切られて激おこ。リア。ジョーダンの彼女。ぶっちゃけめっちゃ影薄い。マニー。アビーのマブダチ。女の子を連れ込むためにアビーに部屋を借りたり、部屋掃除をかけてアビーと射撃勝負したり、かなりアビーと仲がいい。ノラ。医療物資担当の黒人女性。ニック。ニットキャップをかぶってる。アビーとオーウェンとメルが三角関係だよ。エリーとアビーの境遇って、結構似てるよ。ここから、エリーらの3日間の復讐開始。1日目。ニックはトミーに拷問され殺されてた。その後エリー&ディーナは協力してジョーダンを殺す。ジョーダンの持ち物からリアの場所を特定するが、リアはセラファイトに殺されてた。2日目。ジェシーが駆けつけ、エリーに合流。エリーは病院にいるノラを拷問して、アビーが壊れた水族館を拠点にしていることを吐かせて殺す。3日目。水族館にいたメルとオーウェンを殺す。トミーがアビーと一緒にいたマニーを射殺する。その夜、
アビーは殺せなかったけど、もう帰ろうか。テイリー、トミー、ジェシーが相談していると、アビーの襲撃に遭う。ジェシーを殺され、エリー、トミー、ディーナは半殺しになる。ここからは、エリーの3日間の裏で起きていたアビーの3日間を解説。1日目。アビーは、オーウェンがウルフの仲間を殺して失踪したと聞く。アビーはオーウェンの元カノなので、オーウェンは壊れた水族館にいる、と予測して連れ戻しに向かう。道中でセラファイトに襲われ殺されそうになるが、セラファイトのメンバーであるヤーラ、レブ姉妹と協力して、セラファイトのボスを殺してその場を脱出する。レブは頭を反って男の子っぽくしてるけど女の子。トランスジェンダー。アビーは、負傷したヤーラとレブを安全な場所に運んだ後、水族館へ向かう。水族館についてオーウェンに事情を聞くと、セラファイトのおじいさんを撃つことができなくてもたもたしてたら仲間が死んでた。ウルフを抜けて、元ファイアフライが拠点を作ってるって噂のサンタバーバラに一緒に向かおう、と言われる。2日目。アビーはヤーラ、レブが心配になって様子を見に行く。するとヤーラの怪我が悪化していたので、レブと一緒に病院へ治療器具を取りに行く。水族館にいるオーウェンとメルに手術してもらい、ヤーラは左腕を切断することになったものの命を取り留める。3日目。オーウェンが、ヤーラとレブに、サンタバーバラに一緒に行こう、と誘う。メルは嫉妬心から、自分も行くからお前は来るな、とアビーに喧嘩を売る。レブはセラファイトの本拠地にいる母親も連れて行きたいという気持ちから、単身、ボートでセラファイトの本拠地へ向かう。アビーはレブを追いかけるため、マニーとヤーラを連れてマリーナにボートを取りに行くが、マリーナでマニーがトミーに射殺される。ボートを終えてセラファイト本拠地の島に行くと、レブは母親と口論して母親を殺していた。脱出しようとしたが、ウルフがちょうどセラファイトとドンパチやっていてヤーラが負傷。アイザックがレブを撃とうとしたのでヤーラがアイザックを射殺。ウルフにヤーラが射殺される。アビーとレブは脱出した。水族館に戻ると、オーウェンとメルの死体を発見。アビーとレブは映画館でジェシーを殺し、トミー、エリー、ディーナをボコボコにして去る。その後、アビーはレブと一緒にサンタバーバラに向かい元ファイアフライたちを探す。約2年後、復讐の旅の後、エリーはディーナ&ディーナの子供 JJ と3人で暮らしていた。ある日トミーが現れて、サンタバーバラにアビーがいると情報をくれる。エリーはディーナの静止を振り切って、サンタバーバラに向かう。サンタバーバラに着いたエリーは、現地グループ、ラトラーズ、に捕まって貼り付けにされているアビーとレブを見つける。エリーは、レブを人質にしてアビーに戦うよう迫る。エリーは左手の指2本をアビーに噛みちぎられながらも、アビーを海中に沈め首を絞めるが、ジョエルの姿が頭によぎってアビーを殺せなくなってしまう。アビーはレブと共に船で逃げる。エリーはその後、ディーナらと住んでいた自宅に戻るが、ディーナらの家財道具はなくなっており、ディーナも JJ もいなくなっていた。エリーは一人きりでジョエルのギターを弾いた後、どこへともなく去る。